はい、皆さん、こんにちは。夜の人はこんばんは。今日はね、またロッドのインプレ。はい。歴史から言いますと、学生の頃は、中学生ぐらいまではね、小遣いが少なかったんで、えメーカーもね、わけのわからんメーカーで、よう買うても5000円ぐらいまでの差しか買えへんかったんですよ。で、リールもダイワの一番安いやつ、使ってましたね。スピーニングはわけのわからんメーカーでしたね。ほんで高校生行ってからアルバイトもしだして、ようやくちょっと、それでもね、やっぱり調校するお金、電車賃とかね、そっちに、ルアーもそうやし、ね、竿とリールだけではね、釣りできないでしょ。ライン針、ルアーなかったら釣りできひんし、全部揃えるにはやっぱり、それでもちょっと小学校中学よりかはちょっと高め言うても1万以内に収めたかな。ですんで、そんなにね、メーカーのやつはね、今の子たちもっとええの持ってるやろうけど、僕らの時はね、もうすぐバックラッシュするやつばっかりでした。で、ようやく社会人になって、これはやっぱり竿を揃えていこうと。そのルアーによって、バスの状況によって竿を揃えていったらどんだけ違うんかなと思って、社会人になったらね、一定するじゃないですか、収入が。ほんで最初に揃えた竿がフェンウィックでした。1代目フェンウィックとしましょうか。ほんでやっぱりね、それでもね、折れるじゃないですか。車のドアに挟んだりとかね、ずっこけてボキボキ置いたとか、それでやっぱりその竿に補うためにもうモデルチェンジしたんですね。それが次はね、その当時ね、めっちゃ流行っとったんが、メガバスが流行っとったんですよ。知ってるかな、デストロイヤーってやつね。メガバスのデストロイヤー。それをフェンウィックが折れた竿を補うために、次は2代目がメガバスのデストロイヤーでした。それでね、5年ずつぐらいでやっていって、全部は揃えてないですよ。全部揃えたのはフェンウィックやけども、折れたロッドに対して補っていったんがデストロイヤーでしたね。ほんでその中で釣りやっとって、デストロイヤーはちょっと残ってるんですけども、3代目それでもね、デストロイヤーもフェンウィックもどっちもやっぱり折れていったりどうしようもない竿になってしまったりして、3代目をね、今日は紹介したいと思います。はい。3代目はもう全部揃えました。それがね、これ。ちょっと待ってな、いっぱい、3本だけ残ってるんですよ、まだ。残ってるし、それをね、今日紹介したいと思います残したっていう感じだね。残ってるより残した。はい。これはね、エバーグリーンさんの、コンバットスティックの、ちょっと反対か。はい。テムジン。知ってるかな、こうか。ごめん。こう見たら見えんのかな。テムジン。これがね、もう一気に上達した。メガバスでもパンチングとか、フェンウィッグでもブラックバスっていうのはパターンで釣れるんだっていうことですごく分かったし、でルアーに竿によってルアーでいろんなねルアーが掘れるっていうのも分かったし、でメガバスに変えてさらにこれすごいメガバスのロッドいいなと。その当時ね、メガバスでもね手に入らなかったんですよ。知ってる人は知ってると思うけど、デストロイヤーなんか予約して1年後とかですよ。それでもね、補っていって、やっぱり折れるんですよね。1本だけ残ってますけど。で、3代目はもうフェンウィックもだいぶなくなったし、これはもうどうしようもないし、モデルチェンジしようと思ったんがテムジンでした。はい、そのテムジンの中で僕がその3本だけね、
一番これはすごいなと思ってる竿を今日は紹介したいと思います。はい。一本は、これ、特にそれ。これね、ガンニング、ガンニングシャフトって言います。これラバージグ専用ロッドなんですよ。うん。で、この前の奥琵琶湖で釣った竿はこれですよ。はい。ラバージグは今でもこれ使ってんねんね。うん。ちょうどいいね、このラバージグの、特にこの瞬時にフッキングするにおいて、パーンってこう、ちょうどのいい硬さ。うん。ほんでこの、やっぱり軽いっていうのが、今までのね、僕が使ってた竿っていうのは、ラバージグでは結構重たかったんですよ。長時間するとやっぱりしんどい。うん、ほんでこのテムジンに変わってから、めっちゃ軽いね。軽いのにパワーがある。うん。これすごいなと思って、今でも愛用してる。これね、一回折れたんですよ。だから買い直した。うん、買い直した。うん。それでもね、今でも中古でも1万ぐらいしてますよね。うん。これは本当にラバージグ覚えはんやったらおすすめですわ。うん。今どんどん新しい竿あるけども、今はね、カレード、インスピラーレとか、セルペンティとかそっち側です。またそれもね、紹介しますけどもね。はい。まあ、3代目の竿ってことで、3本だけ僕が愛用してる竿。うん。それを紹介したいなと思いましてね。これです。一つ目は、テムジンの、ガンニングシャフト、電撃ね。これでね、バスのね、当たりがね、今までは、分からへんかった当たりいっぱいあったんですよ。特に食い上げの当たりとか、特にね、スイムジグとかやってる人は分かってはると思うんですけど、急に当たりが消える時あるんですよ。巻いてて、軽くなったりとか、スピナーベイトでもね、結構あれ食ってるんですよ。食ってんのに気づかへん時って結構あるんですよね。スイムジグもそうやけど、あるんです。テキサスとか。うん。食ってんの、特に食い上げのあたりってね、ラインをよく見とかないとわからないんですよ。ですんで、それははっきり、勉強にさせてもらったロッドですね。だから、奥琵琶湖でも電撃が通用しましたね。ほんで、その電撃がすごくやりやすいんですよね。ほんで、おかっぱりでも、昔は僕もボートやってたんですけども、おかっぱりでもちょうどいい長さ。やっぱり長さも重要なんですよね。ボートだけできてたら意味ないし、やっぱりおかっぱり兼用でできるロッドっていうか感じで、長さはね、68ね。うん、6.8フィート。うん、7フィートを使うと、まあ、カバーの奥とかやったらいいんだけども、やりやすい。軽いし、電撃にものすごい合ってんでね。こう、シャーンってこう、シャーンって合わせるフッキング。うん。で、バスをね、引きずり出す。で、軽いんで、めっちゃ軽いんで、うん、長時間できる。で、ちょうどいいっすよ、このペーパーっていうかね。僕はね、先端よりこのベリーをね、結構重視します。ここね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 。うん。ここをね、ブラックバスに対してもうそう重点を置いてます、僕はね。うん。で、ここの張り具合が、そのラバージグにものすごく適してんね。ぜひですね、まあ皆さんの好きなロットでいいんですけども、一回ね、ラバージグ使わはる人はね、スモーラバーちゃうよ。普通のラバージグね、83から2分の1、それ以上重たいやつね。ですわ。普通のラバージグですわ。まあテキサスもできるけど、うん。まあ8分の3以上からね、2分の1にはもうほんとね、このベリーのしなりがね、うん、ちょうどいい。うん、で、やっぱりバットがしっかりしないと、50アップをね、カバーから引きずるってね、難しいんですよね。うん。はい。やっぱりラインだけではダメやし、もちろんリールもハイギアじゃないとあかんし、竿もバットもしっかりしなあかん。うん、ちょっと説明はちょっとプロみたいに精密にできませんけどね。
まあプロの方説明してはる方いると思うんで、精密なことは聞いてください。まあ僕からはね、本当に思い出のあるサウナで、これはね、1回折れてまた買い直しました。うん。それだけ好き。うん。今でも現役です。はい。まあもうだいぶ古いけどね、本当にね、これ好きなんですわ。これだけ残してんねん。はい。一つ目、ガンニングシャフト。電撃。電撃覚えないんだったら、もうぜひおすすめ。今だもう1万ぐらいで売ってますよ。はい。ぜひね、ラバージグ、マスターしたい人はね、これ使ってみて。ほんまに、電撃覚えられるから。電撃覚えたらね、ラバージグ今まで取れへんかったあたりが簡単に取れる。うん、マジで。竿でね、全然変わってくる。はい。二つ目。はい、これですわ。これ。はい、これスピーディングなんですが、テムジンのスピンコブラ。ね、今まあカレードでもスピンコブラあんねんけど、これで出た当初、うん、もうベイトに勝るパワーあるんですよ。うん、そんなね、しっかりしたスピーニングってもう考えられへんかったんですよね。普通はもうノーシンカーとか柔らかい竿が主流だったんですよね。うん。でもカバーでカバーに掘りたいと思ってたんですよ、スピーニングで。なんでか言ったらラインスラッグを生かしてね、ちっちゃいワームをしか食べへん時あるんですよね、カバーのブラックバスが。うん。そういう時にはやっぱりベイトフィネス今あんだけども、それまではなかったんですよ。あんまりまだ流行ってない頃、ベイトフィネスがまだ流行ってない頃、その時にすごく出てくれてね、めっちゃ助かったさ。それがスピンコブラ。うん、めっちゃパワーあるし、で PE とねリーダーつけることによってね、いとも簡単にちっちゃいワームをね、虫とかね、カバーでシャーン入れてガツーンって出せるんでね。うん。ですんで今までスピーニングでは釣れへんかったバスがでかいバスね、取れるように勉強させてもらった名作ロットですね。僕にとってはね、スピンコブラかっこええよ、マジで。これも軽いし、軽いのにしっかりしてるので、僕あんまりやっぱり小学校中学ずっとやってるけど、なかったそんな差はなかったの。うん。ですんで、今でも名作、僕にとってはね、3代目の名作ロットですわ。はい。もうね、20年ぐらいになるかな、もっとなるかな。うん。でも今でもね、綺麗に残ってるでしょ。うん、ちゃんと洗ってね、やっとるんで、はい。おすすめですね。これもね、中古やったら1万5千ぐらいですよ。今でもね、結構する。ですんでね、もしよかったら、ね、使ってみて。テムジン、スピンコブラ。うん、いいから。ね、はい。2つ目、スピンコブラ。はい。これのね、ベイトバージョンのコブラってのがね、あれはもう、名作。うん。はい、最後。僕がね、やっぱり僕ね、スイムベイト好きなんですよ。スイムベイト。うん。で、これちょっと長いんだけども、この太さ。はい。これね、テムジンの、見にくかったらごめんなさいね。ワイルドスタリオンってやつですね。ワイルドスタリオン。テムジンワイルドスタリオン。まあ、今井さん好きなんで、ファンなんでね、特に使ってるんですけども、これでね、スイムベイトが、ものすごくパワーで釣れる。やっぱりパワーいるんですよ。うん。で、これは、やっぱりスイムベイトは、やっぱり、長さがいる。うん。長さがいる。うん。で、7フィート7インチかな、うん、7.77H って書いてあるからね、うん、8分の3から3オンス、ビッグベイトも掘れます。はい、全然掘れます。でこれによって私的にはもうスイムベイトで今まで取れへんかったバスがいとも簡単に取れるようになった。うん。
今までね、ちょっと短い、しっかりした竿を掘ってたんですよ。それではね、やっぱりね、ちょっとね、スイムベイトをね、ちょうちんみたいにして、竿で伸ばしてピーって落とすだけでもね、そんなんもできんね。短い竿だとそれがちょっとできん。やっぱり長さがいるのでね、ちょうどいいのが出てきてくれた。そんな感じ。はい。ですんでね、これも今中古でまあ2万ぐらいしへんかな。あんまり安くない。だからやっぱり人気なんかな。はい。はい、ありがとうございます。今日はね、3代目の私のロッド、テムジの3つ。これね、ワイルドスタリオン、スピンコブラー、ガンニングシャフト。これね、がもう一番好き。おすすめですわ。もしね、テムジン知らんわいう人はね、やってみて。中古でもう売っとるから、いいですよ。いいもんはやっぱりいいですわ。他にもいいのいっぱいあるんだけど、デストロイヤーもいいですよ。メガバスのね。あれもすごかった。まだ残ってますけども、はい。またあれも紹介しますけどね。3代目 j ソ o ルじゃないけども、私が3代目で、全部揃えましたね、これ。スピーニングからベイトまで全部揃えました。でもやっぱり折れてしまって、ね。残ってる3機種なんやけど、これだけはこのガンニングシャフトは買い直した。そんだけすごいサウンなんで、おすすめしたいなと思いましてね。私の歴史の紹介ですけども、はい、竿のインプレですけどもね、ぜひこのテムジンね、いいよ、いいもんはいい。はい、本当にね、ほんまに勉強になる。そのフェンウィックでパターンで釣れるよう勉強して、で強度は強くなったのがやっぱりデストロイヤーでしたね。でさらなる今まで釣れへんかった、僕にとっては今まで釣れへんかったバスを釣れるようにしてくれた3機種でした。3機種のロットですね。はい。もうこれなってからめっちゃ釣りましたね。60もめっちゃ釣ったからね。はい。ありがとうございました。皆さんもロットを歴史をね、持っていただいて、持ってはると思いますけども、はい。好きなメーカーでね、語りましょうよ。ね。はい。ありがとうございます。今日はテムジンのインプレでした。ね。はい。ありがとうございます。